こんにちは、高弘です。写真が上手くなるって一体どういうことなのか。いきなり哲学っぽい話ですみません。でもちょっと考えてみてほしいです。特に初心者の方に考えてみてほしいです。これってかなり基礎的なことですけど、すごく重要なことです。なぜかというと、どうやったら上手くなったと言えるのかというゴールのイメージが大事だからです。ゴールがはっきりしていれば、そこに向けて具体的な練習や意識ができるから、結果的に上達も早くなります。話をでかくすると後で困る可能性があるので、ストリートフォト、ストリートスナップに限定しておきましょう。スナップが上手くなる。上手くなるってそれはうまく撮るってことでしょう。街で見つけた被写体をきれいに撮ること、かっこよく撮るってことでしょう。もしかしたらそんな感じでは思っていません。それは間違いです。間違いというとあれですが、その考えは僕の考えと合わないです。そういう考えの人は、街で初心者と上級者が同じものを撮ったら、写真の出来も差がつく。レベル1の人とレベル10の人が撮れば、1と10くらいの差がつくと思いがちです。でも実際にはそんなに差はつきません。ついたとしてもわずかな差です。良い光の下で撮れば2人とも10点近い写真になります。逆に悪い光の下で撮れば点数はどちらも低くなります。だから写真がうまいというのは、例えば目の前のリンゴを撮ってくださいと言われてそれをうまく撮る人ではないんです。大切なのは目の前のリンゴを撮るかどうかを判断すること。光や周りの要素を考えて判断する目なんです。何が言いたいかだいぶ分かってきたと思います。わお、目の前にガンダム、あれを撮りたい。はい、ダメな写真の出来上がりです。ダメな写真の見本です。これを避けることを意識すれば、それだけで写真はだいぶマシになります。皆さんはストリートフォトを撮るとき、どのようなアプローチで写真を撮っていますか？普通の人は街を歩いていて、被写体を探す、どう撮るかを考える、というアプローチで写真を撮ろうとします。目の前に何かある、花がある、車がある、奇抜な服装をした人が通っている。あれいいな。珍しいな。あれを撮ろう。どうやって撮ろう。設定はどうしようか。背景をぼかすかどうか。ピントはちゃんと来てるかどうか。と、こういう感じで考えるのが普通です。でもそうやって撮ると、まさに撮っただけの写真が出来上がります。花を撮っただけ、カプチーノを撮っただけ、人と犬を撮っただけ。だからこういう人はピントがしっかり来ているかどうかとか、ボケ味がどうとか、色味がどうとか、そういうことでしか写真の良し悪しを判断できません。違うんですよ。このプロセス、この考えは全然違うんです。少なくとも僕はこういう感じで写真を組み立てていないです。結論から言うと僕は物ではなく光ファーストで目の前の光景を見ています。対象物が目に入ると同時にこれが写真としてうまくいくかどうかを考えます。光やラインを使えるかどうかを瞬時に判断するのです。邪魔なものが入らないかもチェックしています。ほぼ光とラインしか見ていません。その証拠に僕は過去動画でそんなことばっかり話してます。僕が桜の撮り方とか花火の撮り方とかそういう動画を上げているのを見たことありますかって話です。地下に潜れとか歩道橋で撮れとかそういう話をしてますよね。また光を探す前にまず影を探せとも言ってます。他に誰が言ってますこんな話。それってつまり被写体の話ではなく写真を撮りやすい状況、光やラインをうまく使える状況を作り出すことが大切ですよってことが言いたいんです。僕にとって写真がうまくなるというのは光やラインをうまく使える状況を作り出せるってことです。それを見つける目が必要ってことです。光が重要って誰もが言います。でもそれをどうストリート写真に生かすか、具体的にどう取り入れるか、一つ一つ例を出して説明する YouTube チャンネルはほぼないです。
初めて僕の動画を見たという人はぜひ忘れないうちにチャンネル登録しておいてください。シルエットについても話しておきましょう。ストリートで何を撮ったらいいかわからないという人に僕はシルエットを勧めています。シルエットは被写体じゃないかと思うかもしれません。でもよく考えてみてください。シルエットは状況なんです。シルエットはいつもそこに存在するわけではありません。人がいて光と影の明暗さでシルエットになるのです。つまりシルエットを撮るときは自動的に光と影を意識するということになります。しかも被写体は目の前に存在していなくて後から入ってきます。街中で見つけた物珍しいものを撮るのとは全然違う思考のアプローチで撮っているということが分かってもらえるはずです。今回の話は決して写真の真髄みたいなものを語っているわけではなく、写真上達のまず第一歩としてこう考えるといいよというものです。ここでちょっと反論する立場に立ってみます。写真にうまいも下手もないよ。そんなことを気にせずに自分が好きなように撮ればいいんだよ。何をお前は偉そうに言ってんだと。写真を分かった気になるなよ。写真がうまい下手みたいな話をすると、大体こうした反論がやってきます。そこでまず僕が言えるのは、写真は分かんないです。本当分かんないです。いろいろありすぎて。だけど写真について語るときにみんな人それぞれでいいんですよ。そのままでいいんですよ。わお、ガンダムの写真素晴らしいですね。ってやることは美を語る上で真摯な態度じゃないと思うんです。なんというか当たり障りのない耳障りのいい言葉だけって感じ。なので僕は下手は下手と言っていきます。下手というか平凡な写真と言った方がいいかな。ここはちょっとトゲがあるのでいろいろ言われるかも。でも写真の話で各方面に気を配っていたら言いたいことがぶれて伝わりにくくなります。なので少し強めに言わせてもらいました。例えば大御所の写真家にうまいも下手もないんだよ君って言われたらすいませんでしたってなりますよ僕も。アートという上の世界から見ればうまい下手という次元でないというのはわかります。でも今そのレベルの話はしてません。まず最初の段階としてどう考えるのがいいかという話です。そこをスッと入っていける人ならこのチャンネルはめっちゃ役に立つと思います。今回の動画をまとめておきます。ストリート写真が上手くなりたいって漠然と思っている人に上手くなるというのはどういうことなのかを僕なりに解説してみました。何を撮るか、何を撮らないか。ストリート写真というのは選択の連続です。上手い人とそうでない人の違いは何を撮るかを決める、何を撮らないかを決める、その最初の判断で差が出ます。与えられたものをうまく撮るということではないということです。さらに言うと、ものをものとして見ないということ。ラインや形、そして光をまず見てください。その練習にちょうどいいのが歩道橋や地下空間といった特定のシチュエーションです。シルエットも同じです。シルエットも光と影が作る状況です。シルエットを撮る練習をすれば自然と光ファーストな撮り方になっていきます。具体的なやり方はすでに動画で出しています。まだ見ていないという人は過去動画をチェックしてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。今回は初心者向けにスナップの上達って一体どういうことなのかについて話してみました。それではまた。